皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回も月に1回の日本語教育ライブなんですが、まず今回はお礼からです。この度、このチャンネルですね、登録者数300人突破、そして、総再生回数が、3万回突破しました。ひとえに皆さんのおかげです。どうもありがとうございます。で、背景がこれキングダムなんですけども、この話も最初5人の仲間から始めて、それが50人、100人、そして、300人、1000人っていうふうにこう拡大していく話なんですけども、それにちょっとなぞらえまして、はい、次は千人称というんですか、千人の仲間をこう集めていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いしたいのと、どんどん拡散していっていただけるととてもありがたいです。で、ここまで、登録者数100人ぐらいまでの時は、正直その全員の方と面識があるような状態だったんですけども、それを超えてからですね、こう、知らない方のチャンネル登録をいただいたりとかして、それと同時に、アンチというとちょっと失礼かもしれないんですけども、批判的なご意見いただく方もたくさん出てきて、で、そこへの対応なんかも学びながら、今、現在の位置にいるという次第なんですね。はい。で、今後も、この番組どんどん続けていこうと思っております。では、早速ニュースからなんですけども、この一月の間にあった出来事です。で、まず10月20日ですね。政府が72時間以内の日本への滞在を容認というお話です。で、これはビジネスが目的ではい、決められた国から入ってくる人たちなんですけども、隔離なんかなしに3日間お仕事をしてすぐに出国できるという枠組みなんですね。これが整理されていきますよということです。はい、で次ですね、10月21日、日本語教育推進議員連盟というものが、はい総会の報告というものを出したんですが、この中に日本語教師資格の国家資格化にちょっと待ったをかけたという内容があるんですね。で、これどういうことかというと、そもそも、去年からその話続いてきてるんですけれども、はい、国家資格化する意義があるのかというのが一つ目の批判で、でもう一つは、はい、日本語教師の定義が曖昧であると、そこをまずはっきりさせるべきなのではないかという批判です。で、この2つ、最もです。当然なんですけども、なぜ今言うんだと、もっと去年の案を練ってる時に言ってくれって思うんですけれども、仕方ないです。横やりが入ってしまいまして、で、今後も議論は続くようですので、正直、来年の通常国会とかですぐに何か法案が通るわけではなさそうなので、ちょっと先が見えなくなりました。なので、様子を見ていくしかないんですけども、ちょっと、国家資格化の流れが止まりつつあると、いうことなんですね。はい。で、次です。10月25日、日本語教育能力検定試験が無事終了しました。で、これ一時ね、開催も危ぶまれたんですけれども、なんとか無事にいろんな方の努力で終わりまして、で、問題を見てみますと、オーソドックスに、頑張った人が、忠実に点が取れるという、そういういい試験になってたかなと思います。ただ、試験1に関しては、ちょっとその癖のある問題というか、何を問うているかが分かりにくい問題なんかもあったんですけれども、おおむね、いい傾向だと思います。そして、記述ですね。記述で優しい日本語が出たというのが、何よりだと思いますし、あとそのキーワードを選んで、それを使うようにっていう形式が出ましたので、これは新しいもので、用語をその選択肢の中から選べるだけではなくて、それを説明できるとか、あと自分の意見を言えるみたいなところも問われてるんだなというメッセージだと思うんですね。で、それを受けて私も今後教員養成に励みたいと思います。はい、で、次ですね。10月30日に政府が出張帰国者の帰国後の2週間待機を免除するという方針を出しまして、翌11月1日から実施なんですかね。これによって、いろいろ条件はあるんですけども、帰国した人がその2週間隔離っていうものがなくなるという、ちょっとずつですけども、働きやすい環境になってきています。で、次ですね。11月7日の報道で、入管が
外国人収容施設のその収容長期化を解消するという方針を出しました。で、今後いろんな制度変更とか、法案が出たりとかすると思うんですけれども、今、収容という形で、長い人だったら6年、7年、入管の施設に入ってたりとか、あと、途中で、健康を害したり亡くなられたりとかする方もありましたし、あとはハンガーストライキみたいな形で、いろんな問題が起きてるんですよね。で、海外からも国連とかからも批判されてるんですが、これが、ちょっとは改善の方向に向かう、少なくとも問題意識は持っているということが言えますね。で、次です。11月8日、日本留学試験終了です。で、去年、問題用紙が足りないとかで大阪会場が問題になったんですけれども、で、今年も6月の試験ができなかったのが、やっと実施できたということで、進学目指す留学生もやれやれと、教職員の側もやれやれというところだと思います。で、次ですね。11月9日の報道で、これ、情報欄には、そのリンクを上げてるんですけれども、朝日新聞のリンクを上げてるんですけども、技能実習生がコロナ禍で、大変な思いをしているという話です。でも、その前後でいろんな報道が出てるんですけども、そもそも技能実習生が日本に今約41万人います。で、約半数がベトナム出身なんですね。なので、失踪であったりとか、不法就労とか、そういう問題も半分はベトナムの人が関わっていて、報道になるという現状があります。はい、で、そんな中で、家畜を盗んで売りさばいたりみたいなものが大きく報道されてるんですけれども、そもそも技能実習生って決められた1個の職場で働くという立て付けになっているので、そこが潰れたりとか、ね、そこの仕事が減ったクビになったってなってしまうと、はい、もう行くところがないんですよね。で、コロナ禍で飛行機の便が飛んでないとか、チケットが取れないっていう時に、収入がないのに、で、どうやって日本で生活するのっていう現状があるわけです。で、国は国で、特例で異業種にも就労ができるっていう制度は作ったんですけれども、そんなね、制度ができたところで、そんなにうまく就労できるか、仕事見つけられるかっていう問題もありますよね。はい。なので、今後も、これも実習生個人とか支援団体がどうこうできるレベルではないので、もう国が施策として、こう何か手を打たないといけない段階まで来ています。で、あと今後の話で言うと、11月28日、29日に日本語教育学会の秋季大会がありまして、はい。で、それの初めてのオンラインの開催の申し込みが、これ配信日ですね。11月15日までなので、まだの方は急ぎましょう。今日までです。はい。で、あとは日本語能力試験が、12月6日実施予定です。で、海外ではもう中止が決まっている会場もあるんですけども、なんとかこれも4月の試験ができなかったので、なんとか実施してほしいなというところですね。はい。ではニュースここまでです。はい、で、次質問のコーナーですね。投資番号で言うと、655番の質問です。授業やセミナーの時間単価についてどう考えますかという質問です。で、これはもうまあ、どの価格帯で勝負をするかの話だと思うんですね。つまり、1時間1000円の授業をこう10個、1日10コマやるのも1万円ですよね、日給が。で、1時間1万円の授業を1日1時間やるのも日給で言うと1万円ですよね。なので、同じ収入になるんですけども、どの価格帯で勝負するかって話でして、で、私が今いるところで今設定しているのが、1時間6000円っていう設定をしています。これは個人レッスンであっても、コンサルであっても、もう同じにしてるんですね。で、まあ、理由の一つとしては、時間の計算がしやすいと。15分延長しちゃったとか、30分で終わっちゃったっていう時に、1時間6000円にしてると、割り算がしやすいっていうところが一つと、今の私の力量と、出していただける額で言うと、それぐらいが妥当なんじゃないかなということで設定しています。で、これは個人で受ける場合でして、学校さんとか企業さんからセミナーのご依頼とか、研修のご依頼とかいただくときは、もっと、
たくさんいただいているところもありますし、逆にもっと安くても、義があると言いますか、人の役に立つとか、そういうところに関しては、もっと安くても、あの出向くようにはしています。では、最後、おすすめ書籍のコーナーですね。で、今日のおすすめ書籍は、博士と狂人という、これ訳本ですね。で、今日の流れでいくと、キングダムだろうと思われるかもしれませんが、すいません、まだ最新刊まで追いついてなくて、追いついたら必ずキングダム特集もやろうと思うんですけども、今日はこの博士と狂人です。で、原作はとっても有名で、オックスフォード大辞典ですか、英英辞典の編纂の物語なんですけども、ちょうど日本で先月ですかね、映画が封切りされて、これメル・ギブソンとショーン・ペンがダブル主演なんですけども、出てるものなのでいいタイミングかなと思います。で、これは、あれだけの大きい辞書、それも用例なんかが19世紀の用例、18世紀、17世紀って各世紀の用例を集めたりとかして、膨大な数の言葉を編纂したので、相当な仕事量なんですが、それに人生をかけた博士の話と、実は、あの、監獄から、お手紙でその要令を送り続けた囚人が実はいましたっていうところの話なんですね。はい。で、ちょっと映画の方は、娯楽作ではないので、ちょっと精神的に余裕があると言いますか、体調がいい時に見ていただいた方がいいかなと思うんですが、原作の方は自分のペースで読み進められますので、そんなに分量もありませんので、おすすめです。言葉の海と言いますか、そういうところに人生をかけた人たちのお話がここに詰まっております。では、今日はこのぐらいなんですけれども、告知としましては、明日ですね、創価はクラテスの弁明の配信は今、ソーベル言語学賞の受賞を進めておりますので、さあ、次の受賞者は誰でしょうかというところ、お楽しみになさってください。で、あとは、概要欄にいろいろと過去のアーカイブとか、出版物とかの情報も載せておりますので、ぜひ見ていただいて、リンクで飛んでいただければと思います。はい、では、今日も貴重なお時間頂戴しました。ここまでご覧いただいてありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。